今回はタロットカードの12枚目、正義のカードの意味をもとに、お話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第12話スタートです。カードナンバー11、正義。結婚して5年、俺には目に入れても痛くないほど可愛い娘がいる。その娘を産んでくれたのはもちろん妻だ。妻と出会ったのは俺が勤める会社にアルバイトとしてやってきたことがきっかけだった。まだ大学生の彼女はいつも明るく一生懸命仕事に打ち込んでいた。言われたことは素直に返事をして嫌がることもなくやってくれる。わからないことはわからないから教えてほしいと聞いてくれて、そんな彼女に惚れるのに時間はかからなかった。俺は何とかして彼女と付き合いたいと思い、食事に誘ったり映画に誘ったりしてなんとか交際をスタートさせることができた。ところが一般的に考えれば交際しているのだから多少夜遅くなっても問題はないと思われるが、彼女の家庭はいや母親はそれを許さなかった。門限があり夜9時には家にいなくてはならない。休日は家にいて家の手伝いをし、しっかり家事を身につけることを要求されていた。そんなもんだから結婚前に旅行なんてとんでもない話で、一度も旅行には行っていない。それでもそれだけ厳しい家庭で育った女性なのだから、きっと主婦業は完璧にこなせるだろうし、料理だっておいしいに違いないと思った。俺は彼女こそ結婚相手にふさわしい女性だと思い込み、彼女のことを知らないまま結婚したのだった。確かに料理は上手だし、節約もしっかりとしている。掃除に洗濯、衣服についたシミの一つすら見逃すことがない。完璧な妻だと思った。しかし結婚して半年も経つと、その完璧さが俺を苦しめ出した。靴下を脱ぎっぱなしにしただけで文句を言われる。歯ブラシを元に戻していないと嫌味を言われる。ゴミを捨てていないとわざとらしく目の前でため息をつかれる。俺としては後でやればいいじゃないかと思うような小さなことばかりだ。ところがそのことを会社の同僚に話したところ、笑って言われた。結婚なんてそういうもんだよ。俺のうちだっていつも女房が怒ってるよ。これはどっちが先に諦めるかという戦争みたいなもんさ。そして子供でもできれば変わるって、今はお前にばかり目が行くからうるさく言うだけだよ。子供に目が行くようになればそんなこともなくなるよ。確かにそうかもしれない。今は働くこともなく家にいて、妻の世界の中には俺しかいないわけだ。子供ができれば子供に時間を取られて俺どころじゃなくなるだろう。ところがこれが甘いことに気がついたのは子供が生まれてからだった。妊娠中はどこの女性も神経質になったり落ち込んだりといろいろあるようだから、そこまでは俺も仕方のないことだし、俺の子供を産んでくれるのだからと多めに見ていたところがある。しかし子供が生まれ母となり、子供に手がかかるようになると、今までのうるささがさらにエスカレートしてきたのだ。そしてそれは完璧と潔癖、そして正義感という3要素が加わり、とても歯が立たない状況へと入り込んでいった。あなた、またゲームカセットをしまっていないじゃない。
俺は気を紛らわすために仕事から帰ってくるとゲームに興じるようにしていた。もちろん子供を膝に乗せ子供の面倒を見ながらだ。その間、妻は料理を作ったり片付けをしたり、子供から手が離せるわけだから妻のためにもなると思っていた。しかし俺はあまり物事に頓着しない方であるため、ついゲームが終わってもソフトをそのままにしていたり、ゲーム機を片付けずに子供が絵本を持ってくればそっちに気持ちが移行するところがある。妻はそれが気に入らないようで、ソフトが出ていると言ってはヒステリーを起こすようになりだしていた。それくらいなら確かにしまわなかった俺が悪いのだから仕方がないことだが、ねえ、コーヒーを飲んだらカップに水を入れておいてって言ったでしょ。なんでそんなことぐらいできないのよ。とくる。あなたがちゃんとやらないと娘があなたのように適当な人間になるじゃないの。娘の前でそうやって怒鳴るのだ。さすがに場所をわきまえてくれと思うが、妻は言われたくなければ自分がちゃんとやればいいでしょとくる。俺の実家から宅配便が届くことがあるのだが、これにも文句があるようだ。なんで送ったからって連絡をしてくれないのかしら。私が留守の間に宅配便が来たのよ。これが生ものだったらどうするのかしらね。別に生ものじゃないのだから問題はないようなものだが、妻に言わせると、もし生ものだったらとなるのだ。それに何の相談もなく送ってくるから、うちにあるものとダブルじゃない。本当に非常識ね。自分の親の悪口を言われて嬉しいはずはないし、良かれと思ってやってくれているのだから、そこまで言わなくてもいいじゃないか。こんないらないものを送ってこられてもちゃんとお返しはしなくちゃならないんだから、本当に無駄よねとなるのだ。これに反論しようものならヒステリーのように騒ぐわけだ。家の中だけならまだいい。これが外に出ても怒るわけだ。外に出て別の店で買ったものから出たゴミを次の店で捨てようとすると途端に怒り出す。そのゴミはここで買ったものじゃないでしょ。この店に対して申し訳ないと思わないの。本当にあなたって常識がないわね。いや、そこまで考える人なんてほとんどいないと思う。ましてゴミが出るから買った店の前で最後まで食べるなんて、いい年をした大人がすることじゃないだろう。結局俺は黙ってゴミを持ち帰るわけだが、すべてに対してこの調子だ。そしてこれが妻の実家に行っても変わらない。最初の頃は実家でこのヒステリーが勃発すれば向こうの親も止めるなりたしなめるなりするだろうと思っていたが、なんと妻の母親も同じようなタイプで、ほんの少しでも間違っていると思われることがあれば烈火のごとく起こるのだ。父親はというとその状況に慣れているのか何も言わない。夫婦だけなら何も言わずに済むだろうが、小さな子供がいるわけだからそんなヒステリーを黙ってもいられない。というのは最近は妻がヒステリーを起こして怒鳴り出すと娘があまりの怖さで泣き始めるのだ。その泣き声にさらにエスカレートして怒鳴り出す妻。これでは子供にもいい影響を与えないと思うようになりだしていた。確かに世の中には間違いが多いし、人の迷惑を考えない人も多い。だが子供を連れてスーパーに行った時などに棚の前で話し込んでいる奥さんを見て大きな声で迷惑ねと聞こえよがしに言い、その後もずっと家に帰り着くまでその話を続けるのだ。その間娘も俺も黙ったまま、一つも楽しいとは思えない。このままいけば娘もいつか妻と同じように正義を盾にし、世の中の理不尽さに怒り狂うことになるだろう。結婚してしまったのだから今さらどうなるものでもないが、娘のことを考えるとどうしたらいいのかと悩みは日に日に大きくなっていった。
友人に相談してみると、病気なんじゃないか、病院に連れて行ったらどうだと言われたが、本人に病気の認識がないのにどうやって病院に連れて行ったらいいのか、それもまた悩みとなった。なるほどね。そんな状態になってるんだ。こう言ったのは俺の妹。どうにも行き詰まった俺は妹の住むマンションを訪れていた。妹は現在2人の子供を育て、お腹には3人目がいる。俺からしたらベテランママだ。その妹の趣味が占いなのだが、これが結構当たる。なんで結婚すると決めたとき、妹に占ってもらわなかったのかと思う。後悔しても仕方のないことだし、あの時にやめておけと言われても、熱くなっている俺としてはそんな意見など耳には入らなかっただろう。で、相談ってどうしたらいいかってこと？ああ、このままだと娘に悪影響だと思うんだよ。そうだね。占ってあげようか。そう言うと、妹は引き出しからタロットカードが入った箱を引っ張り出してきた。タロットカードは大事だと子供たちには教えているようだが、所詮は子供だ。母親が何をしているか本当の意味は分かってはいない。そのため相変わらず部屋の中を走り回って騒いでいた。ほら、ママの邪魔をしたらおやつ抜きだよ。やだー。それを聞いて、こんな風に育てられたら楽なのにと思う俺がいる。騒ぐ子供を羽交い締めにし、一見乱暴だと思うような遊びでもしっかりとした親子のスキンシップだ。俺が求めていたのはこういった親子のスキンシップだったはずだ。しかし俺が娘にそんなことをしたり、さっきの妹のようにおやつ抜きなんて言ったら、途端に妻の刃が飛んでくるのだ。虐待、父親としてどうなの？親がそんなことを言ったら子供はどう思うと思ってるの？などなど。とにかくその言葉の波は俺を許すことはなく、何時間も否定され続け、挙句は俺がちゃんと聞いていないと言って怒鳴り、ヒステリーを起こすわけだ。こっちこそ気がめいる。はーい、結果発表。感情的な思いに駆られたらクールダウンさせるといいってさ。時間が経てばクールダウンはするけど、それまでが大変なんだよ。だろうね。でもここで言うクールダウンってさ、子供のことを含んでるからさ。まずは動画を撮ったら？動画？そう。ヒステリーが始まったら動画を撮って子供が泣いている場面もちゃんと撮るの。で、落ち着いたらそれを見せたら？母親なんだし、お姉さんだって子供が可愛くないわけじゃないでしょ？ああ、可愛がってるよ。ってことはさ、自分の行動のために子供が泣いてるのを見たら考えが変わると思うよ。というのは私のアイデアね。ベテランママのアイデアか。占い結果というよりは経験だな。占いを元にした結果ね。ちなみにさっき出たカードは正義。正義ね。そう、正義のカードが言うにはね、お互いを生かす道を見つけ出すことが重要だってさ。お互いを生かす道。確かにどうしたらいいのかと考え悩みながらも、俺の中では離婚という二文字が離れなかった。離婚して妻と別れれば娘も穏やかに暮らせるのではないか。母親のヒステリーに恐怖を感じることもなくなるのではないか。そんな偏った考え方にとらわれてお互いを生かすことを考えてはいなかったのだ。俺はありがとうと言うと、目の前に置かれたコーヒーに口をつけた。俺は家に帰ると早速携帯の録音機能を確認した。いざという時にその機能がどこにあるのか、使い方はどうだったかなんて調べてはいられない。第一、そんなことをしていたらヒステリーを起こしている妻に油を注ぎ、さらに怒りをエスカレートさせるだけだ。俺は携帯の機能と使い方を確認すると、ポケットに携帯を滑り込ませた。
妻が娘を連れて買い物から帰ってくると何があったのかイライラしていた。娘はというと体を硬くしている。ああ、帰ってたの？今日はもっと早くに帰ってくるはずじゃなかったの？そのつもりだったんだけどね。ちょっと寄るところがあって。いいわね、あなたは。あなたが早く帰ってきてくれたら買い物に子供を連れて行かなくても済んだのに。約束したんだから約束はちゃんと守ってくれないと困るのよ。できない約束ならしないでよね。そう、妻にとって約束というのは絶対で、たとえ仕事が入ろうと休養が入ろうと許されるものではないのだ。そして俺はその約束を破ったことになっている。これは今日も荒れるなと思っていたら、案の定だんだんエスカレートしだした。どうも俺が約束を守らなかったということよりも、娘を連れて行ったらスーパーで娘の幼稚園のママに会い、立ち話をしなければならなかったことが一番イラついたようだ。というのも、そこで話し込むことによって本来ならもっと早くに帰宅するはずが遅くなり、いつものように決まった時間から料理をするはずが大幅に時間を押してしまったというのだ。妻にとって時間を崩されることは一日の予定を崩されることに等しいようで、最悪のように感じるらしい。例えば家族旅行に出かけても予定通りに進まないとイライラが始まり、どんどん怒りが湧いてきて怒鳴り散らすことになるわけだ。だから幼稚園のママと出会ったのは妻にとって最悪の展開というわけだ。そのため怒りが湧き、そこに持ってきて俺の帰宅が遅かったことで増幅したことになったというわけだ。これは完璧にいつものパターンになるとため息をついた。ところが人が話しているのにため息をつくなんてとまたしても怒り狂う。怒り狂いながらも台所へと行き、買ってきたものを冷蔵庫にしまっているのだ。その隙に俺はポケットから携帯を取り出しアプリを起動させた。妻はそんなこととも知らずにいつもの調子で怒鳴り散らしている。そしてその様子を見ている娘はだんだんと泣き顔になり、硬直した体はさらに硬く、体全体が小さくなっている。俺はそんな娘と怒鳴り散らしヒステリーを起こした妻を動画に撮り続けた。それから4時間、怒り狂っている妻が作ってくれた料理を砂を噛むような思いで口に入れ、ガチャガチャと怒りをぶつけるように食器を洗っている妻を見続けた。妻の気持ちが落ち着いたのはすべての用事が終わり、ゆっくりと風呂に入り寝ようという時間になった頃だった。俺は落ち着きを取り戻した妻に先ほどの動画を見せた。何これ？君の様子を動画に撮ったものだよ。撮ってたの？一瞬にして怒りが湧いてきたようだが、俺はさらに続けた。怒る前に見てくれ。俺たちの娘がどんな様子なのか、君が怒っている間、あの子がどんな思いでいるのか、これを見ればわかるはずだ。俺にそう言われた妻はじっと画面を見始めた。何時間も途中でやめるかと思ったら、そんなことはなく、それどころか娘の様子に涙さえ流し始めたのだ。そして見終わると、ごめんなさいと小さな声で言った。私、同じことしてたんだ。妻の悲痛な声だった。話を聞いてみると、子供の頃に母親が同じようにヒステリーばかりを起こしていたらしく、母親の怒鳴り声にいつも怯えていたそうだ。そのため大きくなるに従って、なんとか母親の怒りに触れないようにと、間違いを起こさないように注意するようになったという。家庭の中では母親が法律で、母親が言っていることが全てだったそうだ。箸の上げ下げから食器の洗い方、しまい方、洋服の畳み方からゴミ箱の位置に至るまで、どんなに小さなことでも
ほんの少しのズレも許さなかった。学校に行くようになると友達との接し方、先生は絶対で先生が言ったことを一言一句漏らさず親に報告しなければならず、そのために必死で先生の言うことをメモに取るようになったという。友達が遊びに来ても友達が靴をちゃんと並べていないからあの子とは遊んではいけないということすら言われ、友達もだんだん減っていったそうだ。恋愛をしたくても母親が認めた相手でなければ付き合うことはできず、俺が最初で最後の男だという。そんな状態に息が詰まっていたはずなのに、自分は娘に同じことをしていたのかと泣いた。そして俺にも申し訳なかったと泣いて謝ってくれた。そのことがあってから妻は何とか自分を変えようと努力してくれている。正義を振りかざしてこれが正しいなどというのは間違っていると考え直してくれたようだ。もちろんそう簡単に治るはずはないが、娘のため俺のために病院へも行き、穏やかな家庭を作るために努力を続けてくれている。俺はかつて役所からもらってきた離婚届を引き出しから引っ張り出すと妻にわからないようにビリビリに破きゴミ箱に捨てた。妻が努力してくれているのだから俺も妻を支えていこうと思う。そんな俺たちの横で娘は笑ってくれている。まだまだ時間はかかるだろう。それでも妻と娘のいる生活を俺は大事にしたいと思う。いかがでしたでしょうか。このカードは自分の弱さに負けず、心の内にある敵に打ち勝ってこそ真の英雄になれることを暗示しています。また見通しが暗いと感じても諦めないで今が忍耐の時であると告げています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。